国民年金をめぐり、厚生労働省は納付期間を5年間延長した場合、どうなるのか検証する方針を固めた。負担が増える一方で将来世代の年金受給額はどうなるのか。年金受給者や現役世代からは様々な声が聞かれた。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。豊かな論語にしたいならチャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。年金の資金の出所を変えるべき。今のやり方で持たないのは随分前から分かっていたこと。本受給を受けている世代とこれから受ける世代とでは、負担してきた額が違いすぎる。5年伸びることは簡単に受け入れるべきじゃない。けど、勝手に決められ、受け取れる頃には減額されているだろう。だいたい、定年が伸びたと言っても、60過ぎたら同じ仕事をしても手取りが落とされる人は多いと思う。年を重ねるごとに、将来への絶望を感じる。高い保険料を受給額の少ない保険者にさらに負担をかけるような政策です。その前に検討することはあるはずです。例えば第3号被保険者は約700万人もいるとネットで知りました。自営業なら高い国民保険料を夫婦2人分納めています。負担なく国民基礎年金を受給できるって、あまりにも厚遇ではないでしょうか。例えば、国民基礎年金保険料の半額を負担してもらっても、相当な額になるはずです。もちろん、その時の事情によって、保険料を軽減したり、免除するという措置は必要ですが、検討の余地はあるはずです。年金額は、66,250円×保険料の納付月数割る480ヶ月ですので、納付月数が5年間延長すれば年金額も増えるのはのが前提です。満額の66,250円でもそれだけでは生活ができないので、年金が増えれば助けになります。現状16,980円払って66,250円もらえる計算なので約 3.9 倍になります。現状は単純計算で40年払って10年少しで元が取れる計算です。5年延長でも同じ割合なら悪くない投資と言えるでしょう。これって車で例えると300万円の車をローンで購入したが、ローンを支払ってる最中にディーラーが50万円値上げしたのでその分も払ってくれと言い出すようなもので、すでに納付をしている人からすればいきなり5年延長は詐欺にしか見えないよ。すでに納付している人は60まで納めるか65まで納めるか選択させるべきでは。確かに国民年金は少ない。とても生活できるものではないでしょう。しかし納付に対しての還元率はすごく良い。現在受給されていられる方々は月数100円数千円の掛け金だったと思う。それで少ないと言われてもね。でもこれからの方々の還元率は悪くなる一方かと。納付期間の延長に次ぐ延長と受給開始年齢の引き上げがセットで行われる。年金は長生きされた方のみのお祝い金見たくなるのではないでしょうか。本来なら企業側での完全65歳定年退職制度の導入が先だろうね。今は大抵の会社は60歳定年その後再雇用で65歳まで、その時大抵は嘱託社員扱いのところが多いので、ボーナスなしの7掛けぐらいの賃金ではないのでしょうか。企業側も何かがあれば40歳以上のリストラなど平気で言っていますし、若い人ばかりに、しかもそうも変わらず新卒採用好きですし、そして1ヶ月もせずに退職、しかも今は代行だというのですから、おかしな世の中です。労働基準法そのものを見直す時期だと思いますがね。そして、正規雇用と非正規。その使いにおける非正規には正規職員の賃金2割増しを義務、年功序列型賃金体系模倣表などある公務員も含めて見直す。年金も取れるところから取れも良いのですが、そもそもその根幹となる雇用制度を変えないと負担ばかり増えるようにしか思えません。厚労省が国民年金の納付期間を5年間延長を継承とのことだが、結局65歳になることは既定路線である。この物価高で家計のやりくりが大変な中、60歳から65歳までの5年で負担額が100万円増えるのは厳しい。以前は年金は100年安心と政府は説明していた。今は少子高齢化になり年金受給者の比率も急増し、物価高によりマクロスライド方式で受給額は徐々に先細りになりつつある。岸田首相の政策は、子育て支援にしても国民はごまかされた感が強く、年金をもらえる年齢が70歳まで引き上げられる可能性も否めない。岸田首相はごまかしではなく、今後の年金の動向と対策を含めて、国民に対して正直に詳しく説明する責任がある。年金制度が現在のような付加方式である限り、年金受給額を維持するには保険料の納付期間を延長せざるを得ないが、5年延長で済むかどうか。結局付加方式は限界が来ているのだから、ある年齢以下の人の年金制度は積立方式に切り替えるべき。現在受給している人の年金は米国債を売るとか議員の歳費等を減らすとか、
とにかく無駄を省いて現金を作って支給し、場合によっては生活保護制度と合わせて考えたらどうかと思う。破綻してる制度を無理やり維持しようとするのが無理がある。年金は支払った金額を国民に全額返金して、解体するのが一番良い。今まで払っていなかった人には年金は入らないが、生活保護がある。生活保護制度も恒久的な受給でなく、働くこと前提で一時的な受給、条件とする。これで働いてきた人間が割を食うことなく、平等な税制度を維持できる。払ってない人間のみ負担が正しい。年金納付5年延長はもっと抜本的な改革が必要です。延長されれば当然のことながら受給年齢も変更され延長される。死ぬまで働けってことなのか。また、子供、子育て支援金賃上げされても、社会保険料等増え、逆に手取り額はマイナスかも。資産額が毎日、コロコロ変わり増税ありきではないか。血税を何だと思っているのか。原材料価格の高騰、急激な円安が要因で値上げラッシュや増税で国民の負担はますます大きくなってくる。私は年金受給者です。子供が生まれるまでは厚生年金で生まれてからは退職したので国民年金を払ってた毎月が7700円だったかな。翌年が8000円と300円ずつ増えていった。その後、旦那が自営から会社員になったので自分では払わなかったけれどね。今は1万6000円超えてるのね。それが5年間延長なんだね。70歳までは働くつもりだから仮に延長されたら1万6000円はパート代12時間分か。健康保険に雇用保険も引かれてるから負担増になるね。国民年金の根本からの納付、給付条件の途中変更はさらに世代間格差や分断を増やす形になるのでやるべきではないと思う。付加年金のように年金支給額を増やす選択肢として任意で選ぶ形ならまだ理解できるが、年齢別人口が天変地異で急変したわけでもなく、構成比の変化はずっと以前から予測できた話だから、今更変えるのもおかしな話。それに一度変更すると、今度は次の70歳納付延長は何時かで、下の世代が疑心暗鬼になり、その結果、さらに貯蓄、資産形成に走り、消費が冷え込み、少子化が加速するのでは。日本の平均寿命は男81、女87歳で、健康寿命は各72、75歳。自分としては、高齢で将来寝たきりとなり、単なる延命に近い状態になるいなら、そうなる前に延命を断り安楽死の意思選択ができるようにしてほしい。その方が本人の救いというだけでなく、社会の医療、年金の面でも負担軽減になるのではないだろうか。5年延びて負担が100万円、それがチャラになるには80歳以上まで長生きしなきゃって話を聞いた。今の平均寿命が高いのは団塊世代以前の高齢者が長生きなだけで、団塊世代より下の世代はだんだん平均寿命が下がるって話もあるからマイナスのまま亡くなる人が増えそう。本人が亡くなった後は遺族年金という形で支払われるけど、それって満額ではなく減額された金額ですしね。その遺族年金も改定するって言われてますが、受給者にとって不利な改悪になるのではと懸念しています。日本政府が国民にプラスになるような改善をするとは思えないですし、今までも国民が不利益を被ることばかりやってますからね。厚生年金の人たちは何とか年金で生活できますが、国民年金のみの方々は年金だけでは生活できません。あまりに納付額が低すぎるので受給額も低いのです。国民年金のみの方々も前年の収入に合わせて納付額を変えるべきだと思います。納付額が安いと言って喜んでいても将来の受給額も低いのでは話になりません。納付額の一律をやめて厚生年金のように所得に合わせて納付額を決めた方が将来のためになるはずです。納付の5年延長はとりあえずの手段としては有効だと思います。5年延びて受給額上る可能性はほぼない。これはある一定の年代65歳支払い者だけ上げるわけにいかないのだから全世帯になる限りありえません。逆に支払いの遅延などで満額をもらえなくなる可能性の方が高い。まずは20歳からではなく18歳からにすればいい。今後国交無償化すれば奨学金、学費等の支払いはなくバイトなどしていれば払えるお年玉でもか。これで厚生年金と同じになる。今は早く払った厚生年金の20歳までの分国民年金に変われば損をする。財源2年分これで確保できる。受給者は個人分実質。額も期間も満たしている人は少ないのだから我慢しかない。いわばあなた方が選挙で決めた政治家が作ったものでしょう。5年延長より先に第3号主婦年金についての議論が先。少数の支え師に乗っかっているのは高齢者だけではない。昭和に設けられた制度を見直し、段階的に遺族厚生年金の受給額、報酬比例部分の4分の3と、65歳を過ぎても非課税にする必要があるのかなど第1号主婦とのバランスも考えるべきでは。簡単に5年延長って言うけど、
現状60歳定年制の会社が多い中で60代を進んで取ってくれる会社はほとんどないと思う。あるのは単純労働だったり深夜勤務の警備だったりじゃないのか。コンビニですら60歳で取ってくれるか疑わしい。ちゃんと受け皿を作らないと60歳難民と自殺者が増えるだけだと思う。厚生年金は会社に勤めていれば70歳でも納付します。国民年金が60歳までしか納付できないのはある意味差別だと思います。5年間長く納付すれば受給額も少し多くなる。国民年金の方の多くは自営業者で60歳過ぎても働く人が多いイメージ。それなら厚生年金同様働いている間保険料を納付するのは自然ですね。国民年金受給者は年金が少ないという方が多いですが、もともと年金保険料が少ないから受給額も少ないのは当然ですね。国民年金は20歳60歳所得が少ない人も多い人も保険料は一律。厚生年金は所得によって納付額は違い、ある程度の年収なら会社負担含めると国民年金の46倍払っている。年金を多くもらいたいなら今の年金保険料の3倍以上納めないとダメですね。国民年金も収入によって保険料変えればよいと思う。年金システムも変えないままこのまま5年延長とはどういったことかと感じる。年金支出は前年度の給料水準からの算出方法だと聞いていますが、この物価高に順応された支給額でなければ国民年金受給者は飢え死ににする酔いまでさえ最低限度の生活をもできない状況だと聞きます。特に持ち家でない借家世帯6万ほどの年金でどう生活すればいいのか普通に考えてもわかるだろ。5年延長って一度も年金をもらわずして64歳で亡くなる方が国に奉仕して死ぬことの方がよっぽど嫌だね。現状のまま今まで通りで年金受給時期は国民の都合で決めてもらうことが妥当だと思うけどね。全国民が80歳まで生きられるかというとそうじゃないだろ。あと5年でようやく60歳になるので繰り紙請求申請して年金もらおうと思っていたのに、最近毎年誕生月になると年金定期便が送られてきて65歳からもらえる年金資産額が載っていますが、年々金額が下がり続けていますよ。65歳まで5年延長で納めたとしてもなんかもらえる金額は今以上に下がると思えるので、65歳まで延長のことになったとしても今は収入ないし今後も体調悪く働けないので免除申請して全面にさせていただきます。これ以上国に私の金を取られてなるものか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。